でけえ。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お久しぶりです。いつ以来でしたっけ？前回が12月。ヴァンパイアが12月。はい、で舞台本番やって、そこからちょっと空いてですね。今日ステーキハウス。肉をがっつり。いや久しぶりだな、ステーキハウスなんて。じゃあオーダーを、はい、なるほど。美味しい食べ方が1ページ目にあって、こっちがメニュー、はい、どれぐらい食べれるだろう。どれぐらい食べれますか？1パウンドって450、450 1.5 ぐらいいけないかな。いけそうですよね。じゃあ 1.5 にしようかな。 1.5。 はい。なんかもしこれで例えばこうして、こっちでもう一つ。いや、もう一番おすすめのヤングマンリブステーキ1本やりでいきます。 1.5。 はい。ねえ、どうしよう。飲もうかどうしようか。なるほど。じゃあ私赤ワインのグラスを。はい、はい、お願いします。1.5 ポンドを2つ。お2つ、ありがとうございます。はい、でライスとかはライスセット。はい、セットがございまして。じゃあそれ2つ。はい、お2つで。はい。あと飲み物が、はい、スーパードライ。スーパードライ。はい。と私赤ワインのグラスを。赤ワインのグラスを。はい、お願いします。はい、ご用意いたします。失礼します。店員さんかっこいいですね。移転してここに流れて、もともと本当昭和から続くお店らしくて、老舗なんですね。じゃあここ今なんか24時間やってらっしゃるんですけど、外書いてありましたね。もともとでも朝の4時まで。はあ、そんな時間に肉食いに来る人いるんですね。みたいですね。すごいな。誰でも週に1回ステーキ食べれるようなお店をみたいな。あー、どうですか。なんで今回は居酒屋ではなくステーキハウスに。がっつりピンクっていうね。贅沢ですね。はい、失礼します。お待たせしました。赤ワインのグラスと。ありがとうございます。はい。じゃあスーパードライですね。はい。はい、失礼します。じゃあちょっとグラスは持たずに、今美味しいのをいっぱい入れるんで。お酒はいつぶりですか？酒はでも昨日ぶりですか。あ昨日ぶりってあんまり言わないですけど。いつぶりですか？昨日ぶりです。はい。では本日もよろしくお願いいたします。あ、うまい。今回ステーキハウスということで、朝食にうどんだけ食べて、今何時？17時ぐらいですか？18時前。腹ペコできたんです。もう調整はバッチリです。しかも昨日もちょっとお酒は飲んだけど、全然飲みすぎないように、翌日胃の負担にならないようにハイボールをちょろっと 1,2 杯3杯ぐらい飲んだだけで。いつ以来でしょう、ステーキハウスって。まず、野生肉ばっかり食う生活してるので、牛肉のまとまったものを食べた印象なかったんですけど、ずっと
ただね、くしくもつい先日なんか野営をするっていう番組を今度始まるんです。5月から関西のテレビ番組でなんかゲストを連れて野営に行くっていう。でそれの撮影第1回目をこの前してきて、ゲストがウルフ・アロンさんとフワちゃんだったんですけど、ウルフ・アロンくんがでっかい牛肉持ってきて、それを山の中で食べたのが3日ぐらい前かな。そう久しぶりに食う牛肉だったけど、それはそれはうまかったけど、今日はまた違ううまさなんだろうな。リアルにいつもやられてるような野営のスタイル。まさしく。いやー、行かれた番組ですねなんかやっぱ山のこと、自然のことってその自由が利かないので、もし雨降ったら山入れませんって先に言ったんです、スタッフさんに。でもスタッフさんが分かった、その条件でも行きましょうって言って、でまずスタッフさんだけを連れてロケハン山で1泊して、でこんな感じですって言って、でその後キャスティングが決まり、スケジュール決まったんですけど、もうあとは雨が降らないことを祈るばかり。もし雨降ったら東出昌大の野営デトックスってタイトルなんですよ。なのにもう家の中で過ごしますって言ってでもしょうがないからって言ってたんですけど、結果雨降らず天気に最高に恵まれて野営をしたのが3日ぐらい前でしたね。でもまあ番組終わったばっかだから、どんな風な編集になるかも全然想像できないんですけど、そんなこんなで山奥で牛肉を食ったのが本当久しぶりでした。ちょうど昨日かな、モノマネのお二人がはい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 ちゃんけんと雑炊、はい、あれはどういう風な経緯で共演というなんかネタ話ちょっと恥ずかしいんですけど、そうなんです。私のモノマネをショート動画で知ってる芸人さんが2人いるって言って、それね、舞台佐渡公爵夫人って三島由紀夫の舞台を舞台期間中に楽屋で共演者の三浦亮介君っていう男の子が「ねえデック見たこれ」っつって、俺初めて知ったんですよ。でめちゃめちゃ俺のモノマネしてんじゃんと思って、で面白いねって言ってたんですけど、やっぱり自分の声って映像になった時に聞き慣れないのと同じように、モノマネを見てもこれ俺に似てんのって懐疑的で、でも共演者たちがその時なんか「やいのやいの似てる似てる」とか言ってたんです。ではてと思って、ある日なんかふと「いやこの子たちってなんか私にね了承とか取ってなくてやってる中で心細かったりするのかな」と思って、で私インスタグラムってやってなかったんですけど、やってないんですけど、ウィルっていうドキュメンタリーの映画の宣伝用にあったアカウントがあったんです。そのインスタのアカウントからそのちゃんけんくんと雑炊くんを調べたら2人ともやってたから、だから DM 送って、そうで好きなだけネタにしていいですよって、気にしてないので楽しんでくださいみたいに言ってたら、指針のやり取りが始まって、でいつか東出さんの山にみたいに言うからご挨拶にって言うから「あぜひぜひおいで」って言って、で来て言いにくそうに「いやでもありがとうございます」って言ってたら、私の後輩が「なんか一緒に動画とか撮らないんですか?」って言って「じゃあ撮る?」って言ってっていうのが顛末です。優しい世界ですね。そうなのかな知らんけどいやでも確かに心細かったと思います。はい、すいません。おお待たせいたしました。ライスセットのうわーかわいいサラダとスープですね。ごめんなさい。こちらエプロンになってます。はい、はい。ちょっとがっつり肉食うから一回ジャケット脱いじゃいますはい、失礼いたします。だいたいごめんなさい、注文してからあれなんですけど、はい。一般のお客さんって何グラムぐらい食べるんですか？男性だと 300g が1ポンドなんで、あー大体まあ 1.5 ポンドだと倍近く。あーそっか、1.5 ポンドだと 650g だ 650g です、ね。から300の倍ちょっとか。そうですね。はい。はあ、2ポンド食べる人もいるんですか？2ポンド食べる方もいらっしゃいます。でも大きい人。プロレスラーとかみたいな。そうですね。はい。いやー、楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。すごいっすね。肉何グラム食えるかって冷静に考えたことなかったな。考えないで 1.5 頼みましたね、私たちで今日の音はガサガサします。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、
いただきます。あ、うめえ。コンソメだ。いただきます。サラダがうまいって有名なんですか？これこぼさないで食うの至難の技だな。うん、うまい。うん、何ソースっていうのかわかんないけどうまいな。そんな辛みもないし。うまい。どうですか日常は。舞台はすごいストレスフルで、ただいいものをやったなとは思ったんです。ただもう本当にタバコと酒ともう気をドロドロにしながらなんとか全公演乗り切って、でその後にちょっとなんでしょう、もうタバコも酒もいいやと思って吸わず飲まずっていうのを約1月弱ぐらいやってたのかな。でだいぶ健康的に山の生活が楽しくなって、でその後、嗜好品として体に負荷のないレベルでタバコと酒とお付き合いをしながら、でも今後はやりたいことにあふれてるんです。まあね、仕事頑張ったし、そのお金がかからない生活してるので、あんまりお金っていうんじゃなくやりたいことやろうと思って、来月は1ヶ月インフラとかに頼らない、電気はソーラーでもう家にあるやつを使うし、お風呂も、五右衛門風呂で冷凍庫のスイッチも切って、で iPad とかも、もう使わないで、今ある食材だけで生活を成り立たせる。あとプラス、狩猟採集行って山の幸を取ってきたり畑で育てたものだけで1ヶ月過ごしたらどうなるんだろうっていう実験をやるんですよ。何考えてるんですかね我ながらね、何考えてんだろうって思うけど、何か被災したり、それこそホルムズ海峡の石油が来ない、石油来なかったら電力も取られるとか言うけど、そうなったら世の中ってどうなるんだろうってずっと考えてて、で好きな養老孟司さんが震災待ちって今のこの価値観がちょっとやばいところに来てるから、そう大きなインパクトがあったら人々は変わるはずだ、だから天才待ちみたいな言葉使ってらしたんですけど、でもその備えの本はいっぱいあっても実際そうしましたっていう話はなかなか出回らないので、だから1ヶ月自分の体で実験してみようと思ってやるのがちょうど1ヶ月後からスタートですね。連絡つかなくなります私ごめんね、1ヶ月連絡つかなくなる。これはなんか時期も選んだんですか？いや、もう先々に決まってた予定が全部消化されて、でポッと空いてるところでやるっていう感じです。できそうなみたいなイメージは全然あるんですか？死にはしないです絶対。まず塩と水があって、そうすればだいぶ塩と水と砂糖生きてられるんですけど、後輩とか仲のいい連中、私たちの周りに住む連中とかにはうちに来るときは全員自宅から徒歩で、都内に住んでる人は最寄り駅まで来て、そこから3時間かけて徒歩で来た人じゃないとお会いできないって伝えてて、だから暇は暇かもしれないんですけど、でも100年前の人ってそういう生活してたので、100年前からずっとその前はずっとみんなそういう生活してたから、そうなった時に精神的にどうなるんだろう、何を食べたいと思うんだろうねえとかっていうことが分かんないから、ちょっとやってみたいなって。肉焼いてる音しますね。
あれもう焼けたの？うわー、でけー、でけー。はい、お失礼いたします。おお、100万リブステーキといってでけー。こちら鉄板煙が出てくるお熱いうちに、はい、ニンニクの醤油かけていただくのがおすすめでございます。はい、かけちゃっていいですか？これこれ。うわ、うまそう。すみません、赤ワインもう一つお願いします。はい。ほら、ライスも来た。いただきます。これはでけえな。うわ。だって絶対熱いでしょ。うまっ。ありがとうございます。赤ワインです。うまいっす。めちゃめちゃうまいな。牛ってこんなうまいんでしたっけ？みずみずしいし、うまいわ。油の強い癖とか全然ない。で柔らかくてめちゃめちゃうまいっすね。私ちょっとライスにも味付けちゃって。僕やっぱステーキは酒じゃなくて米だわ。米うまいっすね、一緒に食うの。うまっ。やばいと思われるからしないけど叫びたいぐらいうまいっすね。うまい。なんかもう本当に柔らかいですね。ただなんか和牛の油たっぷりで柔らかくてぐにょっていうんじゃなく、適度な歯ごたえと、その油してないけど柔らかくてうまいっていう。うん。
ガーリックパウダーっていうのがさっきメニュー表におすすめで食べ方で書いてあったので。これ 1.5 ポンドいけるかなって思ったけど冗談じゃない。これペロッと食っちゃうわ。ニンニクたっぷりにします。今までのマクガフィンで最短の撮影時間になりますね。こんな飲めるぐらいうまいステーキが来ちゃったら。ニンニクってやっぱいいな。肉とニンニクは正義だ。普通の醤油もかけて。醤油の正義ですね。醤油正義。贅沢。ちょっとご飯としての欲求が一旦落ち着いたので、あとはゆっくり飲みながら食べます。私はやっぱ狩猟を始めてから脂のどぎつい A5 ランクみたいな和牛とかは好きですけど量が食えなくなった。美味しいと思うんですけど、でもここはね全然そんなことない。全くない。いろんな肉食べてきたんです。カラス、ハト、キジ、ヤマドリ、スズメ、鹿、イノシシ、クマ、ツキノワヒグマとか、で牛もヤギも羊もウサギも全部違うんですけど、全部違うんだけど牛ってね癖があるんですよ。癖がむしろ強い。牛の脂ってだからその癖に当てられるようになっちゃって、あんまり多く量を食えなくなったんですけど、ここは全く飲める飲むなって話ですけど飲めるわ。マジでうまい。ペロッとですねこれは。これこんなうまかったらこの店の他の肉気になりますね。ハンバーグとカレーもある。元レイカーズのコービー・ブライアント、両親が日本に来た時に神戸牛食って感動して神戸行ってすごい有名な話ですけど、いろんな国行かせていただいたし旅行でも行ったけど、この和牛のクオリティとかってちょっと特別すぎて、アフリカの牛はめちゃめちゃ硬い、南米もそこそこ硬くて、このうまい脂がないんですよ。ただそのシャトーブリアンとか A5 ランクのみたいな、港区界隈を悪く言うわけじゃないですけど、港区界隈のああいう肉っていうのはその脂が強すぎるけど、この塩梅むずいじゃないですか。いやだから日本の牛関連の働いてる人たちの探求心ってすごいなと思うんですよ。でもその中でもここは和牛なのか逆に海外のも輸入されてるのかちょっと分かんないけど、その脂っこいものが苦手な私が本当に飲めると思うぐらいめちゃめちゃいいバランスの肉ですね。
いいんだろうかこんな贅沢して650g？ いや食っても全然なんかうわーおっていう重さないですね、ペロだわこれ。結構この番組というか企画を見て、視聴者さんが訪れて同じメニューを頼むみたいなのがあるみたいなんですけど、食い切れです僕ら食べ過ぎるから飲むし、本当ですよねいやうめえわ、うまかった。焼き加減何が一番好きですか？でもこのくらい、これなんでしょうね。これミディアムですかね。山下さんなんかレアで食ってるイメージありますね。そうですね、一択ですねいややっぱね、クマとかイノシシは雑食だからちゃんと火通すけど、あれこの話しましたっけ？草食動物は寄生虫が入りにくいって、その肉につきにくいみたいな。だから鹿もね、そのテレビとかじゃさ鹿刺しなんて言ったら、生食すんなっていう人たちが多いからもってのほかだけど、まあ実際漁師結構食うんです、生で。牛の肉寿司とかも生っぽいじゃないですか、牛のたたきとかで考えるとやっぱね、キリンは刺身でいけるんです、草食だから。キリン多分キリン刺し人生で食うことあるかな。追加注文してもよろしいですか？すいません。うまかった。ペロだわ。伺います。次。はい。ごめんなさい。次はどうです次ってさっぱりしたのってヒレ？そうですね。テンダーヒレステーキが一番さっぱり。テンダーヒレって言うんだ。はい、そうですね。じゃあ私テンダーヒレの 200g 200g。はい。ではい。白ワインのグラスいただいてもよろしいですか？はい。はい、かしこまりました。そうです。ありがとうございます。白岩さん大丈夫？大丈夫。大きいハンバーグとか大丈夫？すごいな。いやうまい。ヒレ肉ね。鹿の内ロース。内ロースってこの内臓を抜いた後の背骨沿いにできるのを内ロースって言って上品なんです。何筋って言うんだろうな。それって明太子のような細い形をしてるから鹿明太って言われるんですよ。1頭からね 200g も取れない、1本200も取れないかな、希少部位。それが牛でいうところのヒレ肉なんですよ。そうそう。あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あ、すいません。助かります。ありがとう。うまかったっす、めちゃめちゃ。本当ですか。よかったです。ありがとうございます。でその牛のヒレ肉のブエーっとあって、これ油が入ってるからそこの一番高い体高が高いというかとこを輪切りにしたやつをシャトーブリアンっていうらしいんですよ。だからヒレ肉の脂が乗っててでかいやつをシャトーブリアン。そうでもね、ヒレ肉はね最近思うんです、私白ワインがいいなって勝手に。なんだろうな、その甘みがあるから、赤ワインだとなんかその渋みがその甘みを殺しちゃうようで、そうちょっとヒレステーキ来る前にベルトを緩めますうまい。田園調布ってもうちょっとこうハイソなイメージがありますけど、入りやすいお店ですね。ね、お店はね、駅から来ました。駅前やばいっすねなんか高級住宅地ってこういうこと言うんだっていうぐらいなんかうわーっと、背の高い建物はないですよね。私はなんか
上野のガード下の方が落ち着くなと思いましたけどね。どうしても行きたいですね。ねえ。わお。厚みがある。レアめに仕上がっております。うえー。はい。ありがとうございます。すごい。幸せの煙。うわー、ちょっとレアめ嬉しい。いただきます。あ、うまいわ。さっきのヤングマンリブステーキよりも全然赤身。多分サシも全然入ってなくて油が全然ない。でもその肉がうまくて、いや上品だけど強さもある。めちゃめちゃうまい。ね、もっとありそうに見えますね、なんかね。ごめんなさいね、私ばっかりいただいちゃって。美味しい。なんだろう、さっぱりしすぎてない、ちゃんと甘みとコクがあって、だからこのさっぱりしたお肉にちょうどぶつかった時に美味しい深みが出る。お互い高め合うっていう。やっべ、マリアージュって言いそうになった。ダメなんですか。今更ああいう言葉使うやつはろくでもない男だから。そういう横文字言いたがるんですけどね、私。そういえばあれ、この間別の番組ですけど、文芸春秋さんだ、司馬遼太郎のやつ、あれはすごい面白かったです。あれは A マッソの加納さんと村井源さんって編集長のお二人のそれぞれの活躍は私が一視聴者として見てきたし、で司馬遼好きだから、お二人とお会いしたいし司馬遼の話するならっていう感じで、会いたい人とか好きな人とかそういうつながりだから、仕事として受ける、例えばこれぐらいのバジェットで予算でとかギャランティーでとか、こういうスケールだから格だからみたいなのも全然なくて、会いたい人と会えるんだったら行こうかなぐらいの。司馬遼じゃ何がいいだろうな。ただ司馬遼太郎はやっぱどこでも売られてるから、けど龍馬が行くって単行本がパッ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 ってあって全6巻って思うとって思うじゃないですか。坂の上の雲も全7巻かな。だから名作で有名名高いものは結構シリーズもののような気がして、いや6冊も読む気がしねえなと思うから手に取りにくいと思うんですけど、じゃあ何から手に取ったらいいだろうな。降雨と龍鳳とかかな。全2巻だっけな、降雨と龍鳳。2巻我慢して、でも我慢してたら2巻ギリ読めるかなっていう2巻じゃないですか。いざ読み始めたら
パパッとさっきのステーキぐらい早くいけます。おもろいから。そんなお茶目なことになってます。美味しかった。ごちそうさまでした。ありがたい。幸せの煙。ズボンが苦しい。